説の世界へようこそ。私はこの物語の主人公リンクの相棒妖精のナビーです。よろしくね。みんなの冒険の案内役はこのナビーが引き受けます。この本はリンクの冒険の旅のすべてを記した本。すべてはこの本の中に書かれてるんだ。よいしょっと。まずは冒険する世界がどんな世界で、その旅の目的は何かをお話しするね。森の守護神の使いで、私は一人の男の子のもとへ。彼はハイラル王国の深き森の里にいた。この子が私と一緒に冒険の旅をすることになるリンク。男の子みたいだけど、本当にこの子がこの世界の運命を握っていたなんて。勇気あるものと認められたリンクは森の守護神デクノキ様からハイラル王国の聖なる力に黒い影が迫っていることを聞いたの。その黒い影が狙っているもの、それは伝説の3人の女神が地上に残した力、ドライフォース。それが奴の手に落ちれば、この世界は暗黒に染まり、人々から夢や希望が奪われてしまう。なんとかそれを食い止めなければ。デクノキ様は最後の希望をリンクに託したの。さようなら、デクノキ様。でも、今は悲しんでる時じゃない。こうして、ハイラルの運命を託したリンクの旅は始まったの。ねえねえ、リンクは今までにもいろんな冒険の旅に出たことを知ってる？どんな冒険だったか、ちょっと見てみようか。これが記念すべきゼルダシリーズ第1作目。その名もゼルダの伝説。ファミリーコンピューターディスクシステム用ソフトの第1弾として1986年に登場。1986年ってことはもう10年以上経ってるんだよね。今この画面を見て懐かしがってる人も多いんじゃない？
アクションロールプレイングゲームの楽しさをとことん味わえるシステムは今でも色あせることはありません。ゼルダの伝説の続編として翌年に登場したのがこのリンクの冒険。一作目で人気者になったリンクの新しい冒険の始まり。横スクロールのアクション画面になり、よりアクション性が強くなったんだよ。ちょっと難しくなったけど何度でも挑戦したくなっちゃうのはやっぱりこのシリーズの魅力だよね。スーパーファミコンになってさらにパワーアップしたのがゼルダシリーズ第3弾ゼルダの伝説ファミ神のトライフォース。走る、投げる、泳ぐなどリンクのアクションがすっごく楽しい。20種類以上のアイテムを使いこなせば冒険の旅がさらに面白くなっちゃう。ゼルダ名物謎解きも冒険心をかきたててくれるよ。ゼルダシリーズ第4弾はゲームボーイで登場。ゼルダの伝説夢を見る島。コンパクトになってもゼルダの面白さは変わらないよ。それどころかゲームボーイ用になったことでいつでもどこでもリンクと大冒険できるようになっちゃった。いやー、さすがは名作シリーズ。こうやって見てくるとリンクもいろんな冒険をしてきたことがよくわかるよね。リンクの生みの親でありゼルダの世界を作った人って知ってる？その人はね、任天堂の宮本茂さん。その宮本さんに今回のゼルダの伝説時のオカリナについて聞いてみました。こんにちは、任天堂の宮本です。本当に長い間お待たせしました。やっとゼルダの伝説が、完成いたしました。基本的にはその10年前のゲームと一緒ですけども、それが、3D で、
いろんなアイテムが3次元の中で動いていくこととかで全然違う使い方になったりですね、非常に、発展してきています。ゲーム時間はおそらく、今までのゼルダの中で最高になると思います。50時間は保証します。あと何時間遊ぶかは面白さ次第ということで、かなり、ボリュームのあるゲームになっているはずです。映画のようで映画でなく、ゲームのようでゲームでなく、本当に触れる映像ということをテーマに作ってきました。とても楽しい世界が出来上がりましたので、皆さんで楽しんでください。ゼルダの伝説時のオカリナでは冒険の旅に便利なシステムがいっぱい。ここではそのシステムを教えちゃいます。何事も準備が肝心。これを覚えておくと冒険の旅がぐっと楽になるよ。まずは 3D スティックの使い方から。進みたい方向に倒すと状況に応じていろんな動きをしてくれるよ。走る。スティックを倒した量でスピードが変化。低い段差や離れた足場へは走っているだけで自動的にジャンプしてくれます。泳ぐ。これも進みたい方向にスティックを倒すだけ。よじ登れそうなところがあったらスティックを倒してみよう。ツタが絡まっている場所は要チェック。 B ボタンは剣を使ったアクションに使用するボタン。いろんなアクションが繰り出せるよ。戦いの基本ボタンだね。横切りは B ボタンのみ。タイミングよく押せば3回目に攻撃範囲が広くなるよ。縦切りは Z プラス B ボタン。タイミングよく押せば3回目にすくい切りができます。それでは実践を見てみましょう。回転切りは B ボタンをしばらく押して離す。回転切りは B ボタンを押す長さによって威力が変わるんだよ。他にもまだまだいろんな技があるよ。 R トリガーボタンは防御。盾を構えるのに使います。敵から身を守る大切なボタンだよ。盾を構えた後 3D スティックで盾の角度を自由自在に変えることができます。実戦ではこんな感じ。A ボタンはアクションに使うボタン。リンクが状況に応じていろんなアクションをします。こんな楽しい動きが A ボタンだけでできます。簡単な操作が嬉しいね。例えばこんなことも。こんなことも楽々。他にもいろんなアクションがあるんで試してみてね。そしてとっておきのボタンが Z トリガーボタン。これがすっごく便利なんだ。 Z トリガーボタンの代表的な使い方がこの Z 注目。敵と戦闘に入ったら Z トリガーを押せば戦いを有利に運べるよ。敵を見失う心配なし。 Z トリガーボタンと他のボタンを組み合わせればリンクが鮮やかなアクションを披露してくれるよ。バック中とかカニ歩きとかはほんの一例。敵を中心に回り込むなんて楽々。 C ボタン、これも重要なボタンだよ。 C ボタンの使い方は大きく分けて2つあります。一番上のボタンはナビーアイコン。いろんな状況に応じて私ナビーがアドバイスをします。残り3つのボタンにはすぐ使いたいアイテムをセットできちゃうの。最後はスタートボタン。画面をアイテムモードに切り替えることができます。C アイテム。
装備画面、オカリナ画面、マップ画面が見れます。お待たせしました。いよいよゼルダの伝説、時のオカリナ冒険の始まり。冒険の道は険しい。もし途中で悩んでる人はヒントにしてね。もう先まで進んじゃった人も意外な発見があるかもよ。まだ冒険を始めてない人もこれを見ておけば冒険の旅がぐっと楽に進められるよ。コキリの森。リンクの冒険はデクの貴様の呪いを解くことから始まるのよ。デクの貴様の体内は謎がいっぱい、危険もいっぱい。パチンコは最初に手に入る攻撃アイテム。離れて攻撃できるからすぐ使える C ボタンにセットしておいてね。初めて見る敵と出会ったら私を呼び出してね。攻撃のアドバイスが聞けます。ダンジョンにはいろいろな仕掛けがあるの。辺りをよく見ていろいろと試してみよう。怪しいところには必ず何かあるぞ。頑丈なクモの巣だな。それならもっと高いところから。デクの実は地面に投げつけると光で相手の動きを止めることができるの。不利な戦いの時に使ってみよう。クモの巣は燃えやすいってことも覚えておいてね。こいつが最初に出会うダンジョンのボス、ゴーマ。近づきすぎず一定の距離を保って目が赤くなるのを待とう。目が赤くなったらパチンコで攻撃。しびれている間に近づいて剣で切りまくれ。卵は孵化しないうちに片付けちゃおう。
ナはストーリーの鍵を握る重要なアイテム。オカリナで奏でる曲は冒険の旅の中で覚えていくよ。奏でる曲によっていろんなことが起こるの。何が起こるかは自分でプレイして確かめてね。今日は特別にストーリーに登場する曲をまとめてお届けします。ハイラル城へ。ハイラル城は正面からでは入れてもらえないの。だから他の入り方を見つけるのがポイント。中庭は見張りの見回りパターンの隙をついて素早く通り抜けよう。ここにもリンクに運命を託す人が。あいつは一体。デスマウンテン。彼らはデスマウンテンに住むゴロン族。岩が大好物なんだって。ゴロン族の長はひどく機嫌が悪い。彼のご機嫌を直すにはどうしたらいいのかな。どうやら音楽好きらしいよ。音楽といえばあのアイテムだよね。ゴロンの里でのポイントは爆弾。爆弾を使わなきゃ先には進めないぞ。やっぱりここでも爆弾がポイント。さあ、両目に火が灯ったぞ。
いつがドドンゴの洞窟のボス、キングドドンゴ。口が開いたら炎を吐く前に爆弾を飲み込ませよう。お腹の中で爆発すればさすがにクロッキー。その時が集中攻撃のチャンス。転がり出したら安全な場所に移動。強敵キングドドンゴをやっつけた。ゾーラの里。豊かな水をたたえたゾーラの里には水の民ゾーラ族が住んでいるよ。よーし、潜水ゲームに挑戦だ。潜っていられる時間は3秒間。狙いを決めてから潜ろう。無駄に潜ってると時間オーバーになっちゃう。突然ですが、潜水ゲームの他にもいろんな場所で楽しいミニゲームが用意されてるので、いくつか見てみようか。ゲームがクリアできると意外なものが手に入ったりします。みんなも試してみてね。まずは鶏当て。普通の鶏に紛れている3匹のスーパーコッコを30秒以内で見つけ出すゲーム。ボムチューボーリング。ボムチューっていう走る爆弾を障害物を抜けて的の中心に当てるゲーム。最初は簡単だけどだんだん難しくなっていくよ。コースとタイミングが勝負の決め手。的当てゲーム。出てくる的をパチンコで打つゲーム。タイミング、スピード、正確さが必要なゲーム。釣り堀。コントローラーのボタンとサンディスティックをうまく使ってなるべく大きい魚を釣り上げよう。このゲームハマってる人も多いんじゃない？釣った魚の大きさによって商品がもらえることがあるよ。こちらは競馬。ムチを入れればスピードアップするけど、ムチを入れすぎると馬のスタミナが減ってへばってくるよ。人参のメーターを見ながら効率よくムチを入れて乗りこなそう。このレースに勝てばすごくいいものが手に入るよ。そこでレースに勝つためのヒントを一つ。それはオカリナで仲良くなった馬に乗ること。カカリコ村の鶏集め。逃げ出した7匹の鶏を捕まえよう。簡単に捕まるやつもいるけど、見えているのに捕まえられないやつもいるでしょ。そんな時は他の鶏を利用しよう。高いところから鶏を持って飛び降りれば柵だってほら簡単に越えられるよ。最
後の1話が見つからなくて困ってる人、最後の1話はここだ。まだ紹介できなかったミニゲームもあるよ。以上、ミニゲーム集でした。Watch out! 湖で手に入れた瓶の中の手紙を見せれば王様は道を通してくれるよ。よし、様子がおかしいゾーラの守り神ジャブジャブ様のもとに急ごう。ジャブジャブ様の好物は魚。大好物を前にすれば口を開いてくれるよ。このおてんばがゾーラ族のプリンセスルト姫。このスイッチなんか変だぞ。リンク一人じゃ軽すぎるならこれでどうだ。ブーメランは Z 注目してから使えばとっても効果的な武器アイテム。遠くの敵に有効なのはパチンコと一緒だけど弾の数を気にしないで使えるところがいいよね。こいつがジャブジャブ様に寄生しているボスのバリネード。電撃に注意しながら戦おう。本体の周りを回っているクラゲを先に片付けよう。本体が現れたらブーメランで一撃。弱ったところを剣で一気に攻撃。急いでハイラル城に戻ったリンクを待ち受けていたものは一体何が起きたんだろう。ゼルダ姫が残していった時のオカリナを見つけた。リンクは時の扉を開く条件を揃えて時の神殿へ。ついに時の扉が開いた。台座に刺さったマスターソードを引き抜いたその時、
リンクは時を超え、その姿は大人になっていたの。時の賢者はリンクの運命を告げた。時の勇者になったリンクを待っているのは新たな冒険の旅。どうです？ハイラル王国は大変なことになってしまったのです。これから先にもあっと驚くことがたくさん起きるの。でも冒険は自分でやってこそ意味があるからな。どうしよう。よし、特別に攻略のポイントだけ教えちゃおう。森の神殿で手に入るとっても使える武器アイテム、それが妖精の弓。これが森の神殿のボス、ファントムガノン。壁の絵の中に逃げ込んでは現れて攻撃してくるよ。そこで手に入れた妖精の弓が効果を発揮。どの絵から現れるのかわからないから、全体が見渡せる位置で待ち構えよう。馬から降りると攻撃方法も変わるよ。光の弾を撃ってくるから剣でタイミングよく打ち返そう。こいつは炎の神殿にいるフレアダンサー。炎の衣を着ている間は手強いから炎の衣を消しちゃおう。ポタポタしてるとまた炎の衣を着ちゃうから注意してね。炎の神殿で手に入る強力な武器アイテム、メガトンハンマー。これがないとダンジョンを進めないよ。そしてメガトンハンマーなくしては戦えないのが炎の神殿のボス、バルバジア。火口から頭を出したところをメガトンハンマーでガツンと一撃。その後は剣で切りつける。水の神殿で手に入るのがロングフックショット。かなり離れたところまで移動が可能だよ。これが水の神殿のボス、モーファ。
伸びてくる触手を攻撃してもダメージは与えられないよ。そこで有効なのがロングフックショット。モーファの核を引っ張り出して攻撃しよう。さあ、いよいよクライマックス第6章。この先はやっぱりみんなの手で冒険していくしかないみたい。頑張って冒険の旅を続ければきっと大きな感動が待っているはずだよ。それじゃあ私もここら辺でリンクの元に帰ります。じゃあねー。